こんにちは、アンナスです。今日は、私のやっている会員制サイト、アンナスの毎月の刺繍っていう、サイトがあるんですけど、そこの中に置いている図案で、手芸道具っていう図案があるんですね、ブローチの。その中の、ミトンを一つ刺繍しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日はこのブローチのここのミトンの片方だけを刺繍しながら説明しようと思います。この図案はアンナスの毎月の刺繍っていう会員制のサイトがあるんですけど、そこの中に図案があります。もしくは私のネットショップでも刺繍キットを販売しているんですけど、どちらでもダウンロードしていただくかキットを買っていただくかで図案が手に入ります。はい、図案の写し方は別の動画があるのでそちらをご覧ください。今日はもう写してあります。で、まずこのミトンの上の部分から刺していきます。最初は玉留めをしないのでちっちゃい波縫いを入れてギリギリで留めて、で一つ前の穴に刺します。これで絡まって止まっているので出てるところはハサミでギリギリで切ります。最初は刺繍糸はまっすぐにしかならないので、もうここが底辺がちょうど直線なんで、ここから上に向かって横横にサテンステッチをしていきます。はい、では全部できたら裏に絡めます。玉留めの代わりです。玉留めでもいいんですけど、これで絡まって止まっているので大丈夫です。で、続きをやるときはもう波縫いしないで最後みたいに2回こうやって絡めて、でまた横にずっと刺していきます。柄が入ってくるんですけど、それは上から刺すのでとりあえず白でベースの色を塗りつぶします。これもひたすら横横ですね。はい、白ができたので今度はまた緑で横横に刺していきます。はい、これで親指のところも同じ緑なのでもう続きでやります。この付け根のところから縦にサテンステッチをしていきます。これぐらいですかね。そしたら今度は、この柄を入れていくんですけど、もうこれも同じ緑なんで続きでやっていきます。ちょっと図案とか写真とか下絵を見ながらまず1本入れて、でなんかこの格子状になっているんでこの幅を揃えた方がいいですね。ちょっと端っこに1本。でまた戻ってきて、下絵の本数入らなければちょっと減らしたりとか増やしたりとか、あんまり下書きの絵を、気にしすぎてなんか変になるんだったら、この最初に入れた1本を基準にもう自分の格子状を作っていった方が綺麗だと思います。だからここでこう平行に行くからこの辺りみたいな感じで。これで、斜めがだいたいこの辺からこの辺りですねに
入ってるんで、またこれを基準に平行に同じ幅になるように刺していきます。これだと糸が動きやすいんですよね。こう一本が長すぎるので。なのでこのバツになっている交差している部分を一つずつ留めていきます。これがコーチングステッチ、コーチドトレリスですね。コーチングだと1本に対して留めるだけなんですけど、この格子状にバツに刺したものを留める場合はコーチドトレリスですね。こうやって留めていきます。なので、さっき白を刺繍したと思うんですけど、この白の刺繍をしっかり厚めに、かなり厚めに埋めておかないと、今でもちょっと割れてきてるんですけど、ちょっと薄い人はもしかしたらここで結構隙間がいっぱいできてちょっと変になるかもしれないので、最初にしっかり埋めておくといいです。なので何でもそうなんですけど、例えば動物の目とか後から入れたりする場合、フレンチノットとかで入れたりとか、サテンステッチの上に何か装飾をする場合は、そのベースになるサテンステッチをちょっと厚めにしっかり埋めておかないと割れ目が割れてきます。で、動物の目とかだとこうやって筋ができたら、この上からもう一回白を持ってきてサテンステッチちょっと埋めたりとかできるんですけど、このミトンに関してはちょっとやりづらいので、あらかじめしっかり埋めておくことをおすすめします。上の方はいいかな。動かないと思うんで。埋めてしまったんでこっちも埋めときます。これでこの柄の部分が出来上がりです。あとはリブのところですね。手袋の下のところのここにストレートステッチを入れます。これの本数も気にしなくていいです。自分の好きな本数を入れてください。見本と同じような幅になっていればそれで同じような感じになると思うんで、これで出来上がりです。簡単ですね。あとちょっと図案が残っているので図案を消して、これで出来上がりです。完成形はこっちですね。もうこの1個だけでも十分可愛いですけど、余力のある方はこのもう1個ミトンと毛糸玉も作ると可愛いと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。